どうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ、今日の動画は iPhone でメールの受信・送信ができない問題についての原因と対処方法をお話ししていきたいなと思います。実は僕のチャンネルではね、過去にもこのメールの不具合についての解説動画っていうのは1つ2つ上がっているんですけれども、今回のこの動画は2024年度版最新の原因と対処方法を話していきたいなと思っておりますので、実際にね、この問題抱えている方がいらっしゃれば、一つずつ確認していただいて、操作していただければ改善できるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではね、実際に今回この動画を見ていただいている方が、メールでこの受信送信の不具合が発生していることを前提にね、僕も原因と対処方法をお話ししていきますが、まずはね、確認していただきたいポイントが一つだけあります。それは、どのメールで受信送信ができないのかっていうことです。大きく分けると次が4つです。1つ目、iCloud.com、いわゆる Apple から提供されている iCloud のメールが受信送信できないのか、これがまず1つ目。そして2つ目が、契約しているキャリアのメールですね。au ドコモ、ソフトバンク、楽天とかのキャリアから発行されているメールの受信送信ができないのかっていうのが2つ目。そして3つ目、フリーのアドレス。例えば Gmail とか Yahoo のメールですね。フリーで取得することができるフリーのアドレスで受信送信ができないのかっていうこと。そして最後が4つ目、自社ドメインと言われるものですね。こういった自社ドメインというのは、個人で例えばホームページ作られている方もいると思うんですけれども、多くはですね、企業、会社から発行されている会社、お仕事で使うようなメールで、突然ね、メールの受信送信ができなくなった。いわゆる、どのメールのアカウント、いわゆるドメインと言われるものも含まれるんですけれども、どのメールアドレスで受信と送信ができなくなったのかっていうのを確認してみてください。そこから対処方法というのが変わってきますので、まずはそこを確認してみてください。では、確認が終わったらですね、順を追って僕も原因と対処方法を説明していきますけれども、まず1つ目が iCloud のメールが受信送信ができなくなった場合の原因と対処方法です。まず一番最初にやっていただきたいのは、Apple のシステムサーバーを確認しに行ってください。この確認方法、URL はこの動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきますので、そこから見ていただければ Apple のね、システムサーバーを見に行くことができます。そこで iCloud であったり iCloud メールとかね、そこに何かエラーが発生している場合は、当然受信や送信ができなくなっている可能性が非常に高いです。この場合は、ユーザー側ではもうどうすることもできないので、一時的なんですけれども、この Apple のシステムサーバーが復旧するまで待つしかありません。でもしね、そこで何にもエラーが出ていなかったとしても、この Apple のシステムサーバー、タイムラグがあるんですよね。リアルタイムに何かエラーが発生しているときに、すぐにここに反映されるわけではないので、少し時間を置いて見に行って、またね、何にも不具合がないということであれば、問題はこの Apple のシステムサーバーではないというふうに判断していただいてもいいのかなと思います。なので、問題が起きたときにすぐに見に行っても、そこではね、まだリアルタイムな情報が出てないので、そのあたりはちょっと時間差を見てね、2回、3回見に行っていただいて、やっぱりシステムサーバーが問題だったのかってなれば、ここが復旧するまで待つしかないっていうことです。そして次がですね、このシステムサーバーは特に問題がないっていうことであれば、皆さんが使っていただいている iPhone 端末で確認していただくことになります。一番最初に確認してほしいのは iCloud の容量です。この iCloud の容量、皆さんね、バラバラだと思います。ほとんどの方がね、無料の5ギガ分かもしれません。50ギガにね、アップグレードしたりだとか、200とかね、1テラとかにアップグレードしてると思うんですけれども、ここの iCloud の容量が圧迫している場合は、この iCloud のメール、受信送信が一時的にストップする可能性は非常に高いです。なので iCloud の容量がかなり圧迫してるなってなったら、そこの容量のスペースを空けていただくか、この iCloud の容量自体をアップグレードしていただくか、この2つを選んでいただく必要が出てきます。なので iCloud の容量をまず確認しに行ってください。で、そこでも何の問題もないということであれば、次は Apple ID 等にですね、何かアカウントロックがかかってたりだとか、何か更新する作業、設定画面の中に Apple ID 更新、数字の1とか出てたらですね、そこの作業を完了させてください。
一時的にこの Apple ID に対してセキュリティがかかってたりだとか、アカウントロックがかかってたりだとか、何らかのエラーが発生していると、iCloud の一部のサービスが利用できなくなっている可能性もありますので、そこをまず確認していただくということですね。Apple ID に何かエラーが発生しているかどうかを確認してください。そして、もう基本中の基本なんですけれども、使っていただいている iPhone 端末の iOS のバージョンが、最新の状態になっているかどうかですね。で、ここはね、すごく微妙なんですけれども、今ね、これ動画撮影しているときって、最新の iOS17.3 なんですけれども、この前っていうのが iOS17.2.1 だったんですね。ここの差程度であれば、そんなにこの iCloud のメールに対しての悪影響っていうのはないと思いますが、あまりにもバージョンが古いってなってくると、多少なりとも影響があるかもしれません。そういった時は最新の iOS にアップデートしていただくようにお願いいたします。とりあえずね、取り急ぎiPhone 端末であったり、Apple のシステムサーバーを見に行くっていう作業をやっていただいて、それでもね、何か受信送信がうまくいかないなとかね、あと届いたり届かなかったりとか、このユーザーさんによって発生している問題の状況っていうのがバラバラなので、細かいところを確認していただくポイントとしては、まずは今使っていただいている場所、ネットワークの安定した場所にいるかどうかですよね。当然メールの送受信ってなるとネットワーク使うことになります。Wi-Fi であったり、モバイル通信であったり、そういったネットワークが安定しているかどうかですね。もし Wi-Fi 環境でそのような問題が発生している場合は、一度ね、Wi-Fi をオフにしていただいて、モバイル通信だったら、受信送信ができるのかどうか、そこをね、比べてみてください。もしモバイル通信で受信送信両方ともできるのであれば、問題はこの Wi-Fi ネットワークということになります。でそこでもしモバイル通信でも Wi-Fi でも両方ともできないってなった場合、見ていただくポイントとしては、ひょっとしたらね、iPhone の中にセキュリティアプリ入れてませんでしょうか。こういったセキュリティアプリが何らかの原因をつけてですね、この受信送信ができなくなってしまっている可能性も否定はできないので、そういった場合はセキュリティアプリをオフにするか削除していただいて、その状態でメールの送受信ができるかどうかっていうのを確認してみてください。でその上で、間違いなく例えば全ての受信ができない、全て送信ができない、例えば特定の方だけが送受信できないとか、いろんなケースが考えられるんですけれども、そういった場合は一度自分から自分宛てにメールを送ってみてください。でその時に間違いなく送信もできるし受信もできるってなってくると、 iCloud 本体自体に問題は発生していなくて、別のところにね、問題が発生しているかもしれません。それはさっきも言ったように Wi-Fi 環境なのか、別のネットワークなのか、それともセキュリティアプリに何か問題を引き起こす原因があるのか、それともその特定の人だけに問題が出てるんであれば、こちら側に問題があるわけではなくて、相手側に何かね、問題があるのか。最も初歩的なミスとしては、例えばメールアドレスの羅列、文字、数字、抜けているところがあるとかないとかですね、そういったところを確認していただく必要があるのかなと思います。なので iCloud のメールの送受信ができなくなった場合の一番の原因は、まずは Apple のこのシステムサーバーを確認。そして iCloud の容量が圧迫しているかどうかの確認。そして Apple ID に対して何かしらアカウントロックとかエラーが出ているかどうかっていうのを確認。大きく分けるとこの3つ確認していただいて、どれか当てはまっているんであれば送受信はできないので、まずはそこを確認してください。その上で細かくね、ネットワークのところを確認していただければいいのかなと思います。もしそれでも、送信とかね、受信ができないということであれば、何らかのこのアカウントに対してセキュリティのロックがかかっているのか、何らかの問題が引き起こしている可能性もありますので、その場合は Apple サポートに連絡をしていただいて、ご自身のこのアカウント自体を見ていただく、サポートしていただく必要性が出てくるかもしれません。そうなった場合は iPhone 本体、ご自身でどうすることもできない状況なので、その場合は Apple サポートの方に連絡してください。そして2つ目。2つ目はですね、キャリアが発行しているメールの送受信ができない場合の原因と対処方法です。さっきも言ったように、キャリアというのは、皆さんが契約している携帯の会社ですね。au、ドコモ、ソフトバンク、楽天とか、あとマイネオとかね、格安 SIM も含まれます。そこが発行しているメールアドレスと思っていただければ OK です。で、ここではですね、1番目と同じように、まずはネットワーク環境、Wi-Fi の環境、モバイル通信の環境、ここがしっかりと安定しているということを前提にしておいてください。
ここでね、もし Wi-Fi 環境では受信ができない。ただ、モバイル通信だと受信ができるということになると、これは問題は Wi-Fi 環境になってくるので、そこはご自身で確認していただく必要があります。その確認方法もさっきも言ったように、Wi-Fi を切っていただいて、モバイル通信でできるのか、それとも両方できないのかっていう確認ですね。その上で、このキャリアのメールで、受信送信ができないってなると、まずはね、このプロファイルっていうものが iPhone の中に入っておりますので、それを一旦削除していただいて、もう一度再設定し直していただくっていうことです。要はね、皆さんが iPhone を初めて持った時とか、機種変更のタイミングで、キャリアのプロファイルが入っていたと思います。それをもう一度再設定やり直すというイメージを持っていただければいいかなと思います。そこの確認方法なんですけれども、iPhone の設定から設定の次に一般に進んでください。一般の中、下の方ね、スクロールしていただくと、VPN、デバイス管理っていう項目が出てるかと思います。そこに入っていただければ、ご自身が契約しているキャリアのプロファイルがね、こう乗っかってると思います。表示されていると思います。そこをタップしていただいて、一旦削除していただいて、ご自身が契約しているキャリアからもう一度プロファイルをインストールやり直すっていう作業です。なのでね、削除する前に一度ね、インストールする方法を確認していただいてから、削除していただくのが一番ベストかなと思います。僕だったらですね、ソフトバンクとかになるので、ソフトバンクの一括設定みたいなのがあるんですよね。それをインストールすることによって、プロファイルがもう一度入ってくるということになります。ただね、これ、キャリアのね、プロファイル入れちゃうと、この iPhone の画面にいっぱいアプリがダダダダダって出てきたりするので、すごくめんどくさい作業になりますけれども、このキャリアのメールのね、送受信ができない場合は、このプロファイルの再インストールをしていただければ、一番改善するのが早いのかなと思います。これ以外で原因が考えられるってなると、やっぱりこのネットワークのところ、この Wi-Fi のところで受信ができないとか、そもそもモバイル通信でもできないとかね、このネットワークのところで問題を引き起こしていて、メールの送受信ができないということが非常に多いのかなと思うんですが、ただね、実際に僕のところに相談に来ている中では、このプロファイルの再インストールしていただくことによって、ほぼ改善しましたという報告が多数寄せられておりますので、キャリアのメールの受信送信ができない時の対処方法は、プロファイルの再インストール、再設定をやっていただければ、一番早いのかなと思います。そして3つ目。3つ目はフリーのアドレスですね。フリーのアドレス、例えば Google とか Yahoo のアドレスになるんですけれども、ここはですね、iPhone の問題っていう可能性は結構ね、低いんですよね。そもそもこの Google 側とか Yahoo 側で何らかの障害問題が発生しているときに、多くね、受信ができないとかね、送信ができないという問題は非常に多くあるのかなと思います。当然、これは1番目も2番目も同様に、ネットワークが安定していることが前提なんですけれども、ここがクリアできたとしても、この送受信のところでね、なかなか受信しないとか送信しないという問題に関しては、そもそも Google 側、Yahoo 側で何らかの問題が発生しているか、それかアプリですね。Google 自体に問題はないんだけれども、このアプリで何らかの問題が発生している可能性も否定はできないです。そういった場合は Google アプリ、Google の Gmail のアプリとか Yahoo のYahoo メールのアプリを一旦削除していただいて再インストールしていただくのが一番ベストだと思います。ただ、こういったね、Gmail とか Yahoo メールのアプリではなくて、Apple の、いわゆるデフォルトのメールで設定されている方も、いると思うんですよね。ここで一括でね、見れるように。そういったケースの方は、この中に入っている Gmail のアカウント、Yahoo のね、アカウントとかね、皆さん追加されていると思うんですけど、ここを一旦削除して、もう一度再設定やり直すということです。で、その時に、注意点というかね、2つのパターンがあって、例えば iPhone の設定からね、デフォルトの設定から Gmail とか Yahoo っていうのは選択できるようになってるんですよね。アカウント追加するときに。ここから追加すると、メールの受信とか送信ができないとか、あとは追加ができないとかですね。あとタップしても、次の画面に移らないとかですね。いろんなね、問題の報告があるんですけれども、その場合は一番下にその他っていう項目があります。そこのその他から Gmail、あとはこの Gmail に対してのパスワードを入力していただいて、アカウント追加もできますので、このデフォルトの Gmail とか Yahoo を選択するんではなくて、その他という項目からアカウント追加をやってみてください。おそらく、このその他の項目から追加して、ID、メールアドレス、そしてパスワードを入力していただいて、追加することができたら、メールの送受信はうまくいくんじゃないかなと思います。もしそれをやってもダメだったっていう場合は、おそらくなんですけれども、ネットワークか、その Gmail だったら Google、
Yahoo だったら Yahoo 側で何らかの問題が発生しているかもしれませんので、その際はその契約というかね、使っているホームページ等を確認していただければなと思います。なのでフリーのアドレスも同じように、まずはネットワークが安定しているかどうかというのが一つ。でもう一つが、この Gmail だったら Google、Yahoo だったら Yahoo 側に何らかの問題が起きているかどうかを確認する。そして皆さんが使っているのが Gmail のアプリなのか、それとも iPhone のデフォルトで設定しているのかどうか、ここを確認する。もしアプリではなくて iPhone 側のデフォルトのメールで設定してるんだったら、アカウント、設定からメール行って、アカウントの削除して再設定をやり直す。その再設定やり直す際は、Gmail とか Yahoo を選択するんではなくて、その他の項目から再設定をやってみてください。おそらくこれのどれかをやっていただければ改善できるんじゃないかなと思いますので、一度試してみてください。それでも改善できないということであれば、この動画にコメントを入れてください。そして最後が4つ目。4つ目はですね、自社ドメインのメール、受信送信ができなくなった時の原因と対処方法となります。初心者の方がね、この自社ドメインのメールって聞いても、パッとね、イメージしにくいかもしれませんが、多くは企業とか会社が発行しているメールアドレス、社員さんに割り当てている、発行しているアドレスと思っていただいて十分です。ほとんどがアットマークの後ろが会社名になっていることが多いのかなと思いますね。あと特殊なケースとしては、これはね、今会社が管理しているっていうイメージを持たれたと思うんですけど、個人でも管理することができます。例えば僕なんかで言うと、このテックスタイルっていうチャンネルのブログがあるんですけれども、このブログに対してテックスタイル .com っていうドメインを割り当ててます。この辺はね、初心者の方は分かりにくいかもしれませんが、こういう形で個人でもドメインっていうのを持つことができますので、会社が持ってるか個人が持ってるのかっていうのは抜きにして、いわゆる自社で作っているメールのドメインだっていう認識を持っていただいてもいいのかなと。そういった自社でね、発行されたメールの受信送信ができない場合の原因なんですけれども、一番最初にやっていただきたいのは、そのドメインとかね、そういったサーバーを管理している部署ですね。会社にはそういった部署があるかと思います。部署じゃなかったとしても何かそういう人物がいるかと思いますね。そういった方に確認してください。確認していただくこととしては、このメールのね、パスワードの変更っていうのが一番されている可能性が高いのかなと思います。そこでサーバー上でパスワードの変更とかされちゃうと、そもそもこのメールの送受信のパスワードの変更がかかってしまってますので、当然受信も送信もできなくなってしまいます。それ以外の原因としては、例えばサーバーが止まっているとかね、いろんなケースが考えられます。例えばサーバー費用は払っているんだけれども、ドメインの費用は払っていないとか、いろんなパターンが考えられますので、まずはその会社だったら会社の部署なのか人なのかに確認していただくのが一番ベストだと思います。で、その上でそこには何の問題もない。例えばね、よくあるケースとしては、会社がね、何十人何百人は置いておいて、他の方は送信も受信もできているのに、自分だけができていないっていうケースもあると思うんですよね。その場合は iPhone 端末上でそのメールのアカウントの追加をやり直してください。そこでもし何か間違ってるとか、エラーが発生しているとか、いろんなケースが考えられますので、ご自身で iPhone の設定からメールの中からアカウントを見ていただくと、その自社のドメインが載ってると思います。メールアドレスがね。でそこに入っていただいて、そこで何かエラー、赤文字とか出てるとか、いろんな情報が抜けている場合は、そこに入力をしていただいて、きちっと再設定をやり直していただくっていうのが一番ベストです。一番いいのはね、めんどくさいかもしれませんが、一旦削除していただいて、新たに再設定していただくのが一番いいのかなと思います。当然これはメールの問題すべてに言えるんですけれども、一度自分で自分宛てに送る。一番最初に iCloud の時も言いましたけれども、自分で自分宛てに送って、それでも届くのか届かないのかとかですね、そういった問題の切り分けをずっとやっていって、それでも届かない、送信もできないってなると、そもそもこのメールの機能としては果たせていないので、別のところに原因があるのかなと思います。なので自社ドメインの場合は、まずは会社とかね、その人物に確認する。で、その上でご自身のメールの設定をもう一度再設定やり直す。自分宛てにメールを送ってみる。当然ネットワークがちゃんと安定しているかどうか確認する。これを全てやっていただいて、受信できるか送信できるか一度試してみてください。その上でね、このメールの送受信ができないということであれば、コメントの方を入れていただくか、X の DM 相談に来ていただければ、しっかりとね、現状を把握した上で、回答の方をさせていただきたいなと思います。なので今回はですね、このメールの不具合について大きくね、この4つのパターンで解説をさせていただきました。iCloud のメール、そしてキャリアが発行しているメール、
で、フリーのメール、そして自社ドメインのメール。全てね、このメールの不具合って言っても、見るポイント、場所、対策方法が変わってきますので、一度ね、ご自身がどこに該当しているのかっていうのを確認していただきながら操作してみてください。では今回ですね、この iPhone でメールの受信、送信ができなくなった場合の原因と対処方法をお話をさせていただきました。最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。